こんにちは、デシマルと申します。このチャンネルでは、主に歴史分析の新しい手法について解説しています。前回は、私たちが物事を考える際に、分析をして、そこから判断と評価という順序を守らないと何が起きるのか、そのリスクについて深掘りしました。今回は、私たちの生活の土台である世界の歴史の構造について解説していきます。世界の歴史は滅亡の連続である。もしかしたら、世界史を深く学んだことがない方にとっては、歴史ってどうやって見ればいいの、前提がわからないと感じるかもしれません。しかし、実は歴史の構造は意外とシンプルなんです。まず前提として、歴史に詳しくない方でも、メソポタミア文明、中国の殷、秦、漢といった王朝の名前は聞いたことがあると思います。エジプトも第一王朝、第二王朝というような言い方を聞いたことがあるのではないでしょうか。これらの文明や王朝は、日本人から見ると、同じ場所で続いてきた国のように見えるかもしれません。しかし、メソポタミアに出てくる様々な国々、エジプトの第一王朝から第二王朝への移行、そして中国の殷から秦、漢といった王朝の変遷は、それぞれ全く異なる国であることが珍しくありません。同じ土地を支配し、統治機構を引き継いだように見えても、実際に住んでいる民族や話されている言語すら変わっている場合が多々あるのです。歴史の基本構造は継承である。人類の歴史を遡ると、原始時代には人間は狩猟や採集生活を送っていました。この時代、人々は家族単位、あるいは情報収集と分析を行うリーダーを中心とした小さな集団で暮らしていました。これは世界中で共通の生活様式だったと言えます。しかし、次第に人口が増加し、農耕が始まり、人々は定住するようになります。そして、ある土地に最初の国家が現れることになります。では、国家はどのようにして作られたのでしょうか。それは、バラバラの小集団を束ねるリーダーが、そこに住む人々を納得させる共通の物語を提供することから始まります。これは、会社で言えば、定款や社税といった会社の方向性を示すものにあたるでしょうか。国の場合、それが宗教やイデオロギーといった形をとるのです。つまり、我々の国はこのようなやり方でいきますよという国の進むべき方向性を示すものですね。各小集団は、その提示された物語に対して賛成したり反対したりしながら、小さな争いを繰り返します。そして、最終的に最も強大な力を持ったリーダーが、その物語を基盤として王となり、国を築き上げるのです。これを建国神話と言います。しかし、皆様もご存知の通り、人が集まれば必ず対立が起きます。国内でも様々な意見を持った人同士が対立し、派閥を作ります。強力な王がリーダーとしてカリスマで国内の意見を束ねているうちは良いのですが、そのリーダーが亡くなると、それぞれの派閥が自分たちに都合の良いリーダーをトップに据えようと、時には殺し合いにまで発展します。そして、後継者が決まれば、すべて丸く収まるかというと、そうはいきません。負けた派閥の人が別の土地で別の国を作ったり、他国に逃げて協力を求めたりすることで、国同士の対立構造が発生します。この際に重要になるのが、建国神話の分裂です。現代の宗教が様々な宗派に分かれているのと同じように、伝統芸能の茶道や舞踊にも、なんとか流といった流派がいろいろありますよね。これと似ています。建国神話が分裂すると、政党争いが始まるのです。もともと国を支配していた勝利側の派閥は、我々こそが正当だと主張しますし、新しく国を建国した派閥や他国に逃れた派閥もまた、我々こそが正当だと主張します。もちろん、農耕のための土地の争いなども対立の原因ではありますが、それはきっかけに過ぎません。理由がそれだけなら、争いが起きても小規模にとどまることが多いです。しかし、そこに分裂した派閥の我々こそが正当だという主張が絡んできた場合、国同士の大規模な争いへと発展するのです。国家や民族とは何か。国家同士の争いになると、当然、勝った側と負けた側に分かれます。この争いの勝敗を決めるのは、もちろん戦力ですが、戦力を集める時の決定打になるものは何かというと、それこそが我々こそが正当だという主張です。
我々こそが正当だという主張に対し、多くの賛同者を獲得すれば、多くの兵隊を集めることができます。国といっても小さな集団である部族の集まりですから、戦争をするために、それぞれの政党を掲げる派閥の指導者は、部族の長を味方にするために、その部族の信じるものを取り込みます。ここで、前回までの動画で触れた政党継承学、通称 SCSP の概念を深掘りしましょう。SCSP では、派閥の指導者の主張する、我々こそが正当だ、という核となる信念を、エスニックコアとか、民族核と呼びます。そして、そのエスニックコアを構成する共同体や部族の世代を超えて守られてきた精神や仕組み、文化をエスニックエッセンスとか継承現実と呼びます。そして SCSP では、このように共通の信じるものを持つ集団を便宜上民族と定義しています。なぜ便宜上かというと、学会でも民族の定義が揺れており、確定していないため、学問ごとに明確な定義を定める必要があるからで、SCSP の定義では、民族とは共通の信じるものを持つ集団と覚えてください。話を戻して、この民族が集まって、建国の祖である王の建国神話をもとに団結した集合体を国と定義します。その国をまとめるために、各民族のエスニックエッセンスを持ち寄り、取捨選択した上で制度として確立したものが SCSP では、リーガルコアとか法的格と呼ぶ民族の中心的価値観なのです。国家の簒奪とは何か。勝った側と負けた側に分かれるということは、国や民族の滅亡を伴います。後継争いに勝ち続け、国の政党側にいた勢力が勝てば、国は継続します。例えば日本で、現代までの天皇は、国の多数側に続けた政党側です。後継者争いに負けた人物や派閥は朝敵、属として政党ではない側、すなわち悪の側とみなされています。この構図で続いてきた君主の家系を直系の家系と言います。日本は建国以来、直系が天皇として即位し続けたため、経験したことがありませんが、直系側が敗北した場合、国家の簒奪や国家の滅亡につながります。国家の簒奪は王朝の交代です。王朝の交代には2種類あります。もともと後継者とみなされていなかった過去の統治者と血縁もゆかりもない人物が勝者となり、国を統治する場合、この場合、支配者が交代するだけで、基本的には国の制度は別の国というほど変化せず、構成する民族もほとんど変わりません。しかし、一度簒奪による国家の支配を許したという先例によって、人々の簒奪への精神的な抵抗がなくなることで、政変や内乱が発生しやすい不安定な状態をもたらします。もう一つは他国に負けて、他国の王族などが負けた国のトップとして、負けた国を統治する場合です。この場合は、支配者だけでなく、国の制度も、勝者の国の制度を受け入れて大きく変化し、構成する民族も、勝者の国の民族と混じり合います。このケースは、属国化と呼ぶ場合もあります。国家の滅亡とは何か。次に負けた国が完全に滅亡した場合です。勝った国が負けた国を制度的にも存続させることを許さず、完全に滅ぼしてしまった場合、その国のあった土地は空白状態となります。しかし、農耕ができる土地は貴重ですから、いずれ生き残った人々と移住してきた他の民族による建国争いが起きて、新しい国が生まれます。この場合に、昔、その土地を統治してきた国の建国神話や制度を引き継いだ場合は、後継国家と呼ばれます。この継承の元になった国や共同体を SCSP では、サセッショナルオリジンとか、継承の源と呼びます。では、なぜそんなことが起きるかというと、滅亡した国の記憶が残っている場合、その土地に残された人々が、過去の栄光や自分たちの土地であるという物語を失うことに耐えられないからで、想像してみてください。あなたが住んでいる土地は、誰があなたのものと証明してくれたのですか？あなたの存在は誰が保証してくれるのですか？あなたの人権は誰が守っていたのでしょうか？新しい支配者が現れ、その主張を一方的に受け入れた場合、あなたの財産を勝手に奪い、分配し、もしかしたら、あなたとその家族を奴隷にしてしまうかもしれない。国を失うとはそういうことです。国家や民族とは何かの項目で説明しましたが、戦争は
指導者の政党の物語の賛同者が多いほど、多くの戦力を集められて有利になります。これは SCSP でいうところのエスニックコアが強く作用している現象です。たとえ法的な枠組みであるリーガルコアが破壊されても、人々の心に残る民族的な記憶や物語であるエスニックコアは簡単には消えません。このような状況でも、人々はかつての正当性にすがろうとするからです。滅んだ国家の物語や制度を再び呼び起こし、自分たちはそれを継いでいると証明することで、自らの権利と存在の根拠を取り戻そうとするのです。そのため、新たな支配者がその土地を安定して統治しようとするならば、既存のエスニックコアを無視することはできません。だからこそ、新たな支配者はそれを巧みに取り込んだり、あるいは自分たちの新たな正当性の物語の中に位置づけたりすることで、支配の安定を図ろうとします。国家の継承とは、単なる制度の引き継ぎではなく、物語と期待の連続性によって支えられています。これは、養子を想像してもらうと分かりやすいかもしれません。養子は血縁はありません。しかし、育ての親の言うことをよく聞いて、育ての親の期待に沿えば、その家や会社の相続者として認めてもらえるかもしれません。それ以外にも、ある会社が潰れても、そのブランドを引き継いだ会社が現れたりしますよね。国家の継承とは、これと似ています。例えば、ローマ帝国が滅亡した後も、その文化や法制度、あるいはローマという概念自体が、後の西欧諸国やビザンツ帝国という呼称で知られる東ローマ帝国に様々な形で継承されていきました。また、中国の王朝交代においても、新しい王朝が前の王朝の制度や文化を吸収し、その上で自らの天命を語り直すことで正当性を確立してきた歴史があります。日本でも同様の構造が見られます。小田原城で有名な五北条氏は、かつての鎌倉幕府の執権であった北条氏の正当性を名乗ることで、地元の豪族から支持を得て、関東地方の統治を試みました。このように、国家の滅亡は、必ずしもその土地から全ての歴史が消え去ることを意味しません。むしろ、滅亡した国のエスニックコアが形を変えながらも、新たな共同体に継承され、それが次の後継国家の正当性の土台となることがあるのです。私たちが今生きる国家もまた、どこかの誰かの正当性の物語の延長にあります。だからこそ、この複雑な継承のプロセスこそが、世界の歴史と構造をより深く理解するための鍵となります。サセッショナルフォースとは何か。さて、これまで私たちは国家が共通の物語である建国神話によって生まれ、その物語の分裂が政党争いを生み、それが国家の簒奪や国家の滅亡につながるという歴史の構造を見てきました。そして、たとえ国が滅びても、その地の記憶が後継国家へと継承される場合があることも理解いただけたかと思います。では、こうした歴史の変遷や共同体の継続、断絶は一体何によって引き起こされるのでしょうか。SCSP では、この継承がどう持続し、変容し、あるいは断絶していくかという推進力や仕組みを、継承の原理という意味のサセッショナルフォースと呼びます。具体的に見ていきましょう。例えば、国家の簒奪や国家の滅亡の裏には征服という継承の原理が働いています。ある国が別の国を軍事力で支配し、その結果、旧来のリーガルコア、すなわち法的格が破壊され、新たな支配者のリーガルコアが導入されることがあります。しかし、たとえリーガルコアが書き換えられても、人々の心に残るエスニックコアは簡単には消えません。征服者は、そのエスニックコアを巧みに利用したり、あるいは自分たちの新たな正当性の物語の中に組み込んだりすることで、支配の安定を図ろうとします。また、国内で起こる建国神話の分裂や、それに伴う王朝の交代の背景には、革命という継承の原理が強く作用している場合があります。既存の統治体制やその正当性が、内部からの強い不満や、新たな思想によって否定され、全く新しいリーガルコアやエスニックコアが形成されることで、社会全体の継承の在り方が大きく変容するのです。さらに、ある共同体が自らの継承を持続させようとする中で行われる制度改革も重要な継承の原理の一つです。
これはリーガルコアを柔軟に変化させることで、時代の変化に適応し、人々のエスニックコアを大きく損なうことなく、共同体を維持しようとする試みと言えます。例えば、明治維新後の日本が、旧来の天皇を頂点とする神話的継承というエスニックコアを守りつつ、西洋の近代的なリーガルコアである憲法や議会制度といったものを取り入れたのは、まさにこの例です。このように SCSP は単に歴史上の出来事を並べるだけでなく、その背後にある継承の原理を読み解くことで、なぜ世界で様々な変化や衝突が起こるのか、その根本的なメカニズムを明らかにしようとします。歴史は単なる過去の出来事の繰り返しではなく、これらの継承の原理が様々に絡み合い、作用し合うことで未来へとつながっていく動的なプロセスなので、SCSP で現代世界を読み解く。さて、ここまで SCSP が提示する歴史の構造、そして国家や民族の継承のあり方、さらにはその動員となる継承の原理について解説してきました。もしかしたら、視聴者によっては、これまでなんとなく見ていた世界のニュースや歴史上の出来事が SCSP という新しいレンズを通して少し違った形で映り始めているかもしれませんね。実は、これまでお話ししてきたことは、過去の歴史にだけ当てはまる話ではありません。私たちがニュースで日常的に目にする現代の紛争も、単なる資源やイデオロギーの対立、あるいは特定の指導者の思惑だけで起きているわけではないのです。その根底には、まさに SCSP が分析する正当性をめぐる継承の物語が深く関わっています。例えば、第2回目の動画、自分こそ正当だと思うのはなぜか、正しさの物語が戦争を生む、で詳しく解説したリーガルコアとエスニックコアのズレ。現代の多くの紛争は、まさに、このズレが原因で引き起こされています。国際法や国家間の条約によって定められた国境や政府というリーガルコアが、その土地に住む人々の歴史的記憶、信仰、文化といった民族的な物語であるエスニックコアと一致しない場合、そこに深い対立の火種が生まれるのです。国際社会が、この政権は正当だと認めても、その国内で、それは外から押し付けられた政権だとみなされれば、内戦やクーデターが起きることもあります。逆に、国際的には承認されていなくても、地域の人々が強く、これは私たちの政党だと信じれば、独立運動やテロに発展することもあります。この複雑な状況を読み解く上で、SCSP が繰り返し強調する大切な原則があります。それは第3回目の動画、分析の本当の意味とは、紛争と誤解をなくすために、でも触れた理解とは同意ではないという点です。SCSP で相手の継承の核や正当性の主張を分析し、なぜそう信じ、行動するのかを深く理解できたとしても、その行動自体に同意したり、支持したりする必要は全くありません。分析によって相手の論理や背景が分かったとしても、それが皆さんの価値観と相入れないものであることは十分にあり得るのです。しかし、理解することには大きな意味があります。相手を理解できない存在として悪魔化するのではなく、なぜそう信じ、行動するのかという構造を明らかにすることで、いたずらに恐怖したり、感情的に反応したりすることを避けることができます。そして、これは共存の前提となる相互理解へとつながる第一歩なので、このような複雑な現代の紛争構造を個人で分析するのは非常に骨の折れる作業です。そこでぜひ活用していただきたいのが SCSP の考え方を AI にインストールした SCSP アナリストです。この AI ツールを使えば、皆さんもなぜ戦争がなくならないのか、なぜその国はあの行動をとるのか、といった問いに対し、感情に流されることなく、SCSP のフレームワークを用いて、構造的に冷静に読み解くことができるようになります。まとめ、SCSP が目指すもの。本日のまとめです。これまで見てきたように、SCSP は世界の歴史と現代の紛争を読み解くための非常にユニークな視点を提供します。前の動画でも伝えましたが、物事を分析し、その結果に基づいて判断し、そして最終的に評価を下すという順序が重要であることを解説しました。この順序を守らないと、感情や偏見に流され、物事の真の構造を見誤ってしまうリスクがあるからで、SCSP では国家や文明が共通の物語、すなわち建国心は
によって生まれ、その物語が分裂することで、政党争いが始まるという構造を解き明かします。そして、この争いが国家の簒奪や国家の滅亡といった形で歴史を動かしていくのです。この複雑な継承のプロセスを分析するために SCSP では4つの主要な概念を用います。継承的起源であるサセッショナルオリジンは、その共同体の始まりとなる神話や建国者、聖地などのことです。継承原質であるサセッショナルエッセンスは、起源から受け継がれ、時代を超えて持続している精神や価値観、制度を指します。そして、共同体が絶対に失えないと信じている不可侵の中核が、継承の核であるコア・オブ・サセッションであり、これは法律や制度に支えられた法的核であるリーガルコアと血統、神話、宗教、文化など民族的な記憶に根ざした民族核であるエスニックコアの2つに分けられます。特に、このリーガルコアとエスニックコアのズレこそが、現代において多くの衝突を生む原因となっています。最後に、継承の原理であるサセッショナルフォースは、継承が持続したり、形を変えたり、あるいは断絶したりする原因となる推進力や仕組みのことです。例えば、征服、革命、制度改革などがこれにあたります。SCSP の目的は、理解とは同意ではないという原則のもと、異なる価値観を持つ人々や国家を理解できない存在として悪魔化することなく、なぜそう信じ、行動するのかという根源的な理由を冷静に分析することにあります。この分析の段階では善悪のレッテルを貼らず、ただその構造を明らかにすることを目指します。分析をせずに判断することは、差別や戦争さえ正当化しかねない危険な行為です。SCSP は、この危険を回避し、判断は分析の後にという秩序を守るための学問なので、この順序を守ることで、私たちは初めて互いの違いを乗り越え、真に共に考え、共存するための道を模索することが可能になります。このチャンネルでは、今後も正統継承学、すなわち、スタディース・オブ・コア・サクセッショナル・プリンシポース、通称 SCSP について解説していきます。興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして、これらの考え方を AI にインストールした SCSP アナリストをぜひ使ってみてください。SCSP アナリストを使ってみての感想などもお待ちしています。声を上げよ物語は開かれた大空が影を描く戦いは死別を極めた意志と鉄の記念それは血と涙の上に透かれたただ翻にまた鳴り響く真実が壮大なパレードで宣言される古い栄光は不可のことを名だる正義に封印される進め進めさ平和のため正義のため我らのために進め進め誰の理想が用紙で満たすのか新たなる正義で悪を切り裂けいかなる犠牲を払おうとも我らの平和を勝ち取るのだと勝者が禁止世界が繰り返すインクで刻まれ沈んでそうにとされた記録だがその輝きの下に忘れられた声が沈んでた幾千の正義の果てに残る物語はただ一つ彼らは私たちに英雄の名を教えたが私がし戸惑う鎖については語らなかった悪を名指しし線を引いたがその悪たる理由は誰も教えてくれなかった進め進めだがどこへ何のために誰のために進め進め誰の正義がこの部屋を満たすのか古き歴史を剣で切り裂け我らの正義を歴史に刻むために悪の言葉を振り去るために
その輪の中にあるのは果たして私たちか。進め進めさあ平和のため正義のため